はい、皆さんこんにちは。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、こちらの双葉さんの 4PM プラスがですね、10月7日かな、双葉さんの方でですね、ファームウェアのアップデートがありまして、こちらの送信機からですね、この RWD シリーズを、RWD だけに限らないんですけど、レディーセットシリーズを動かす際に、ジャイロコントロールとステアリングフォースですね、こちらが送信機の方から調整可能になりましたんで、今日はちょっとそのあたりの設定をですね、ご紹介したいと思います。まず最初に、双葉さんのホームページからですね、この 4PM プラス用の、ファームウェアのバージョンアップを行ってください。こちらはですね、こちらの 4PM 送信機の取扱説明書に、アップデートの仕方は載っておりますので、ご自身で双葉さんのホームページからソフトウェアをダウンロードしてですね、アップデートを最初に済ませてください。で、そのアップデートの要件なんですが、この送信機のですね、4ページ目のインフォメーションというところを見ていただいて、バージョンが 1.20 になっていれば、最新のファームということで、このジャイロに対応したファームウェアになっています。これをですね、確認した上で、設定を行ってください。今ですね、こちらちょうどバインドされている状態で、今はジャイロを切ってます。こちらのダイヤルも0になってまして、送信機側からも0になってます。で、設定の仕方なんですが、このですね、メニュー画面の、2ページ目のレシーバーというところを見ていただくと、ここにですね、新しいファームウェアにすると、ジャイロとステアリングフォースの表示が増えます。古いバージョンのファームだとここ何もなくてですね、これがまず、ステアリングフォース、ジャイロゲイン。で、もともとの標準の設定が62なので、今は62という数字が入っています。ここからですね、設定の仕方は、この3ページ目のトリムダイヤルというところに行っていただいてですね、ここでそれぞれのこのキーの割り当て、今ちょっといろいろ書いてありますけど、この DT1 から、DT5 とあとこのダイヤルの DL1 というところにですね、それぞれ割り当てができるようになります。大体この辺はトリムとかに使うと思うので、今はこうトリムが入ってます。で、今日はですね、ここの部分ですね、DL1 というこのダイヤルの部分にジャイロを割り当てていきます。今ちょっとこれ入ってるんですけど、ここを選んでいただいて、このプラスマイナスキーで何を設定するか選んでください。で、そのステアリングフォースとジャイロはこの名称があってですね、この MSTF というのがステアリングフォースになります。これを設定すると、ステアリングフォースがこの DL1、ここからですね、調整できるようになります。今日はちょっとここにですね、この M ゲインというのがミニッツのジャイロになります。この M ゲインというのを DL1 に割り当てた状態で、これを見ていただくと、今割り当たってて、トリムの、これを左に目いっぱい回すと0になるんで、今0です。で、これをこう回していくと、このようにジャイロが効いていくようになります。今これをですね、DL1 に割り当てましたけども、これを例えばこの DT4 だったり、別のスイッチに割り当てれば、そこを動かすとジャイロが調整できるようになります。ただですね、この状態で、どれぐらいそのジャイロが効いてるかっていうのをですね、数字として見たい場合は、先ほどの、このレシーバーの画面に戻っていただいて、ここでしかちょっと確認できないんですね。現時点ではちょっとこの画面に行かないと、ジャイロがその数字でどれだけ効いてるかっていうのは視認できないので、
数字でどうしても見たい方はこのレシーバーの画面を出しておいていただいて、実際このように今これ数字増えてると思いますけど、標準値の62からですね、左に回していくとだんだん減っていって、数字が0の時は0ですね。で、右に回していくと増えていって、100でマックスですね。このように、今これが最高で効いている状態です。どうしても数字で見たい方はですね、このレシーバー画面を、トップに置いといてですね、調整して確認いただくという方法になるかなと思います。で、今これちょっと調整すると、1メモリで2個ずつ動いてると思うんですけど、これをですね、1個ずつ動かしたい場合は、先ほどの3ページのトリムダイヤルに戻っていただいて、このトリムダイヤルの、2ページ目ですね。2ページ目に行くと、このステップが調整できるので、今 DL1 に調整したんで、このステップをですね、例えば1にしていただければ、1クリックで1個しか動かないようになりますんで、この辺は他のトリムとかも全部一緒ですね。今はステップが全部2になっているので、1クリックで2個ずつ動くようになっています。このあたりは調整できますので、好みに応じてやっていただければなと思います。はい。こんな感じでですね、ちょっとバージョンアップした後の、このレディセット特有のですね、ステアリングフォースと、ジャイロセッティングの割り当ての仕方と調整をご紹介いたしました。こんな感じでですね、このモジュールを使ったときにレディセットシリーズを動かせるようになりまして、ジャイロとステアリングフォースも、調整できるようになりました。今日はですね、その、調整できるようになったファームウェアを入れた送信機の設定の仕方をご紹介いたしました。